今回の動画は、以前かご祭りで紹介した中世の街並みが美しいイシジャックの村の中をご案内します。今見ていただいている人で賑わう様子は、マルシェが行われている日曜日の朝の様子です。冬はこじんまりとした小さなマルシェも、観光客がたくさん訪れる夏には、その規模はほぼ街全体にも広がり、ドルドーニュでも見逃せないアクティビティの一つです。ただ、このマルシェの日に素敵な村を訪れると、実は見逃してしまうものがあります。マルシェでは、主にメイン通りにある建物の前には、たくさんのテーブルとパラソルが並びます。そのため、街の景色がいつもと違って見えるという点です。私が村の景色を楽しむために訪れるときは、あえてマルシェが行われていない静かな日を選びます。今回は皆さんにそんな普段の村の様子をお届けします。メルヘンな世界を作り出すこのような木組みの建物は、フランスではコロンバージュと呼ばれます。この町の多くの建物は全体または一部がこのコロンバージュで作られています。フランスの他の地方ではカラフルな家が見られるところもありますが、ここドルドーニュのコロンバージュはどこもこのような素朴な色味をしています。現在のイシジャックの町の大部分は中世に建設された約700年から300年前のものです。しかし、その起源はもっと古く、先史時代の生活の痕跡も見つかっているそうです。
No, no, no. Do you need help? Come on. Oh, your jeans is naked. Did you see it?中世の街並みとともに、この村の見どころは、外壁やお庭など、建物の外観全体がとても可愛いところです。特に小物類の使い方がとても上手で、どの家も個性があってとても素敵で参考になります。小物使いの他には、家の壁に沿わせるように植えられた植物、美しいアンティークのドアや、各家の窓から見えるレースのカーテンなど、私が気になったものをできるだけたくさん撮影してみました。のみの市やブロカンと同様、フランスの古いものがお好きな方は、このようにのんびりと村を散策するのも、また新しい発見や気づきがあるのでおすすめです。こちらは私の動画では時々紹介していますが、皆さんお分かりでしょうか？正解は次に同じものを発見したときにお教えしますね。イシジャックは実は職人や芸術家が多く暮らす村でもあります。以前紹介したペリゴールのパニエを作られるカゴ職人さんのアトリエもあります。他には陶器、彫刻とステンドグラス、絵画など様々です。レストランや雰囲気のいいバー、人気のカフェ、アンティークショップもあり、小さい村ながらもそれぞれの楽しみが見つけられて、のんびりと過ごせる場所だと思います。皆さん気づきましたか？家の窓の横に取り付けられているものは、先ほどこれは何でしょうと紹介したものと同じものです。これは虫専用のホテルです。実際に虫がどのように使っているか気になった方は、我が家のホテルの様子を動画にしていますので、ぜひ見てみてください。
西ジャックでは、かご祭りの他にも、アンティークフェア、お花のフェア、中世のお祭りなど、たくさんの企画があり、夏はいつ来ても楽しめる場所です。ちなみに、我が家からは車で30分ぐらいですので、またいろいろと紹介しますね。最後にちょっと地元情報ですが、こちらはかご祭りの日の様子です。このように駐車スペースを見つけるのがかなり難しいですのでお気をつけください。こちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。